こんにちは、アンナスです。今日も 最近 GU にちょっとハマってます。なんかユニクロと、無印がなんかあんまりピンとこなくて最近、もうやり尽くしたのかな。なんかいいなと思ったやつがなかったんで、GU を買いました。GU のキャミソールチュニックです。これどっちが、こっちが前ですよね。そう、ここにちょっと刺繍しようかなと思います。なんか刺繍の範囲が狭いので、白いシャツね、結構大変なので、これだとちょうどいいかなと思って買ってみました。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、GU のキャミソールチュニックに刺繍していきます。2490円、安い。それで、これが前ですね。で、今日刺繍したいのは、アンナスの美味しい刺繍の紅茶専門店の図案を刺繍します。これです。で、これの、全部はやらないんですけど、このバラの部分があるんですね。89ページ。図案で見る方がわかりやすいかな。こんな感じで、なんかちょっとエンブレムみたいな図案なんですけど、このままぜひやってもらいたいんですけど、200% 拡大してこのバラの部分を胸元に刺そうと思います。ね、美味しい刺繍っていう名前の本なんですけど、意外とお花の図案が多いっていうね。で、これをここにこうやろうかなと思って、今コピーしたのは 200% です。で、ちょっと場所を見たかったんであれなんですけど、皆さんはもう普通に A4 サイズとかコピーしてもらって使ってください。で、今日もスマプリを使います。中開けると A4 サイズのシールが2枚入ってます。で、これ1枚取ってもらって、そしてこの図案を写します。このザラザラの方を上にして、でもったいないから端っこからちょっとずつ使うんですけど、あんまりギリギリに描くと刺しにくくなるんで、1センチぐらいはちょっと内側で、でステッドラーのピグメントライナーですね。これで、写していきます。で、丸いところは丸定規とか使ってもらうと綺麗に写せるんですけど、こんな大きい丸あったかな。じゃあこれで写していきます。これもステッドラーの丸定規、円定規っていうやつなんですけど、100均でも売ってるんですけど、やっぱりそのスパンが細かいので結構どれにでも対応できるっていうのがメリットです。ただ今日は丸が大きすぎたので一番大きいやつがちょっとギリ無理でした。でもこっちのちっちゃい方のバラの方は大きい方から3つ目でいけるんで、丸いのはなんかこういうのを使って補助して描いてもらうと綺麗にできます。ただ今日何ステッチでやるんだっけ。サテンでやるときは丸をきれいに写した方がいいんですけど、チェーンステッチとか線のステッチであればそこまできちっときれいに描かなくてもなんとかいけるかなっていう感じです。もうフリーハンドで描いていきます。では描けたので切り離していきます。これでちょっとリボンちょっと内側にちょっと邪魔なので、ここの胸のところに貼っていくんですけど、バラの方を内側の方が可愛いかなと思うんで、バラの方を内側にして貼ります。で、全部ベリって剥がさないで、この下の台紙をめくったら
三角形にちょっとだけ残しておいて、ちょっとだけ剥がしておいて、もうぐちゃぐちゃになってますね。夏は結構大変です。これぐらいかな。これで貼って、ちょっとずつ貼っていってください。これ全部剥がさないで。そしたら多分そこそこ綺麗に貼れると思います。で、シワになったりしたら剥がして貼り直したりもできるんで、それはちょっとずつ剥がしながら調整してください。特に今夏で暑いんで、これお水で消せるんで溶けるんで、やっぱり冬に比べると夏の方がすぐベタベタしがちっていうか、ベロンぐちゃみたいな感じにはなりがちですね。で、ちょっと位置ちゃんと見て貼ってください。どうしようかな。後で貼ります。刺繍する直前に貼ります。そうしよう。結構ね、ベタベタして、ここの端っこにほこりとかがつくんで、直前がいいかなと思います。じゃあこれで刺繍していきます。はい、では刺繍していきます。バラから刺していきます。枠をはめて、でチェーンステッチで埋める予定です。なんですけど、全部埋めるとここの線が分かんなくなるんで、ここの線はピンクで刺していこうと思います。なので、まずピンクでチェーンステッチやって、でその後隙間をこの濃いピンクで埋めていきます。ということで、3本取り、この使いやすい長さの25センチにカットしている刺繍糸のタグがついている方から1本ずつ抜いて3本取ります。そして針に入れます。で、スタートは玉留めでいいです。で、まずこの線のところをチェーンステッチでずっと埋めていくので、まず出します。チェーンステッチのやり方です。左手の親指で糸を押さえておいて、同じ穴に針を刺して、ちょっと針を出します。2ミリぐらいで糸をかけて上に引っ張る。これ下に引っ張ると輪がなくなるので、上に引っ張って、また親指で押さえて、ちょっと針を出します。2ミリで、また糸をかけて上に引っ張る。これを繰り返していきます。なのでこうやって糸をセットしておけば、針を入れて出すだけでもう糸がかかっているので、こうやると早いです。チェーンステッチたくさんやらないといけないので、ゆっくり一つずつ丁寧にやってるともう全然すごい時間かかってしまうので、こうやって時短でやるといいです。じゃあとりあえずこの線の部分だけ全部ピンクで、薄ピンクでやっていきます。はい、それで最後までいったら、チェーンステッチを終わらせるときは輪の外に針を刺すとこれで止まっているので、これでもう続きやります。今度こっちからこんな感じで進めていきます。はい、ではできたので裏に絡めます。裏の糸に表に出ないように2回ほど絡めると、もうこれで止まっているので切って大丈夫です。で、次にちょっと濃いめのピンクで、また玉留めで、どこからでもいいんですけど、スタート、この線の上を刺していきます。
で、ぐるっと一周せずに、なんか囲うとちょっとあれかなと思ったんで、囲わないで、ワンブロックずつ埋めていきます。で、埋めるときはぐるぐる埋めるので、意味がぐるぐるっていうのはこう1周目、2周目みたいな感じで、丸く埋めていくんですね。これでまずここまで来たら1回止めて、でこの三角スペースをまず埋めます。なので向きを変えてこうやって塗りつぶしていきます。これでまずぐるっと一周この90度とか角度がついているものに関しては続きでやらないで一旦止めてから向きを変えて、最後に作った穴から針を出してでまた続きをします。ここは一つでいいかな。こんな感じで、まず周囲を埋める。でこれだったらいって微妙なサイズですね。2列ぐらい入れればいいかな。そういう感じでここのブロックここのブロックっていう感じで埋めます。だからもうここだと縦に1列やってちょっと一粒入れるぐらいとか、なんかもうギリギリ入らなかったらストレートステッチをこっそりちょこっと足すとかでもいいので、そんな感じでこの隙間を埋めるっていう感じにしていきます。こうしておかないと一回丸でぐるぐる埋めて上からこれ本を見ながら図案を見ながらやってもいいんですけど、なんか場所がいまいちわからなくなるかなと思ったんでちょっと先にやってみました。なので、一回全部丸く面を埋めてから上から刺すっていうのでも良かったかなと思います。今日はちょっとこっちのやり方でやります。はい、ではこんな感じで、お花がまず仕上がって、で茎ももうやりました。でここの葉っぱですね。葉っぱの真ん中も茎と同じようにチェーンステッチで刺したんですけど、ここを今から埋めます。別にそんな特殊な埋め方はないんですけど、もうあんまり説明するところがないんで、せっかくなんでちょっと説明しようかなっていう感じです。普通に外側をこの線の通り囲って、バラの時と一緒ですね。こっちからこういって1周ぐるっとして2周目3周目っていう感じでやっていきます。はい、葉っぱはこんな感じになりました。いい感じですね。今日はちょっとこういうポップな感じでいきたいと思います。他にあと葉っぱが2つあるんで同じように刺して、ここ下絵の図案では真ん中に線入ってないんですけど、ちょっと書き足してここと同じようなテンションで、だからこのちっちゃい方の2枚の葉っぱも真ん中に線入れて、この濃い緑の線を入れてこういう感じで埋めようかな。その方がなんか揃っていいですよね。ここだけなしっていうのもなんか浮きそうな感じもするんで。ということで図案をちょっと修正して、であと埋め方は一緒でやっていきます。はい、片方が出来上がりました。こんな感じです。かわいい。ちょっとリゾート地とかに着ていきたい感じですね。やっぱこのスマプリが若干ここやっぱり今日色の濃い刺繍糸使ってたんで、ピンクとかね、ちょっと飛んでますね。この糸引っ張る時にやっぱり擦れてホコリみたいなのがここに飛ぶんですよね。
でそれがこうついてるんで、これ洗濯したら取れます。これほこりがついてるので、洗濯して洗濯機に入れて、洗濯機から出した時にここ爪でちょっとこすると、それでほこりがこうまとまって落ちるので、それポイってしてもらえばいいんで、それで取れます。なので洗濯機出して、そのゴシゴシ爪でこすらずにそのまま干しちゃうと、そのまま固まって取れなくなるんで、その濡れてる時がチャンスです。その間にゴシゴシやってください。じゃあちょっともう半分頑張ります。でもこれできたら可愛いだろうな。これでね、こんな感じでちょっと位置とかちゃんと見て貼った方がいいですね。はい、では頑張ります。はい、では出来上がりです。もう夕方です。ギリギリまだ今日が長いんでまだ撮れてますけど、結構いい時間です。こんな感じです。出来たてほやほやです。これであとお家に持って帰って洗濯機で回して、ここのスマプリを取ります。洗濯機じゃなくてもお水にしばらくつけてれば取れますけどね。でもうこれで出来上がりです。かわいい。なんだろうな。リゾートですね。リゾートに来ていきたい感じですね。普通に来ますけど普段。じゃあちょっとお家に持って帰ります。はい、では次の日の朝なんですけども、出来上がりました。結構いい感じに。もう洗濯したんで、スマプリは全部きれいに取れてます。で、洗濯しただけなんですけど、なんかもともとシワっぽい感じの生地なんで、もうアイロンしなくて全然平気です。そういう服なんでしょうね。アイロンしなくても着れますみたいなやつなんだと思うんですけど、楽ちんです。ぜひ皆さんも真似して作ってみてください。私はこれはなんかジーパンに合わせたりとかして、で上はもちろんノースリーブだとね、肌が露出がすごいので中に T シャツ着たりとかして、割とシンプルに着ようかなと思う。これがね派手なんで、もうこれをメインに着ようかなと思ってます。ではではぜひ皆さんもやってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと、会員制のサイトを私が運営していて、毎月の刺繍っていうのを、やっています。で、月600円なんですけど、毎月新しい図案を一つ作ります。で、過去のもダウンロードできます。あと、毎週限定ライブもやってます。で、それも過去のも全部見られます。で、あとは抽選会って言って、私の作品もう使わないやつとかを抽選で皆さんにプレゼントしているんで、それも皆さんなんか楽しそうですね。ライブでやってるんで、世界中から参加できますっていうのをやってるので、もしよかったらそれに入っていただいたりとか、あと刺繍教室をここでやってます。で、ここの1階はお店になっていて、金曜日と土曜日空いてます。ちょっと夏休みはお休みなんですけど、9月からまた再開します。あと通販でもやってるので、来られない方は通販で材料とかキット買ってください。それではまたお会いしましょう。さようなら。